20代の時、バイクでの宿なしの旅にすごいハマってて、大学の長期休暇の旅に国内のいろんなところで野宿したり、優しい人の家に泊まったりして楽しい旅をしていた。そういう旅をしていると、知らない人に泊めてもらうことにすごく鈍感になって、壁のあるところで寝られりゃどこでもいいやくらいにしか思わなくなっちゃう。多分同じことしてた人なら共感してくれるはず。で、とある超田舎で野宿もできないところ、野猿が出るにたどり着いてしまい、どうしようかなと思ってるところに、すごい優しそうなおじいさんが乗った車が急停止してきて、うちに泊まれよ。今思えばいきなり泊まれなんて言う人初めて見たなってちょっと疑ってた。完全に安心しきってお言葉に甘えて泊まりに行ったら予想通りのボロや。でも部屋に入ってすぐものすごい大雨になったので、ついてたなーって話しながら地酒や山の幸をごちそうになり、風呂もごちそうさせていただいた。風呂から出ると雨足も強まっていて、このままに3日泊まらせてもらうかなってのんきなこと考えてたら、俺の服がない。じいさんに聞くと、汚れてたから洗濯してやった。乾くまで俺の服を着ていろって言われた。その服は浴衣みたいな服で、外に出られるような服ではなかった。さすがにその勝手な行いにはかなり腹が立って、どこに俺の服を置いてんだよ、大雨の日に洗濯したら出られねえじゃねえかって激怒して、じいさんともみ合いになりながら家中の部屋を探し回った。部屋は居間を挟んで3つ。どこにも俺の服はなかった。まだ探し回りながら、風呂に入ってる途中に物を取る。完全に物取りだ。絶対警察に突き出してやるって思ってた。その矢先、便所のドアを開けると、便所が変わった作りだった。ドアを開けると便所があって、その向かいもドアなの。両側にドアがある。どう考えてもおかしい。この先に部屋があるって思ってドアを開けようとしたら、じいさんがものすごい形相で後ろから組みついてきて、老人とは思えない力で便器に何度も頭を叩きつけられた。俺は物取りへの怒りより命の危険を感じて、全力でじいさんの顔面を殴りつけた。殺してもいいと思った。じいさんは鼻の骨が折れたらしく、すごい鼻血を出しながら、やっと俺は解放された。でも服や荷物がないことには外に出られない。そのドアを開けると、中は異常な光景だった。8畳くらいの和室の真ん中に分娩台のようなベッドが置かれ、畳の上には無数のバイブ、やっとこみたいな工具もあった。部屋の隅には黒ずんだシミのついたガーゼが詰め込まれている段ボール、それと凄まじい異臭。俺の服はその部屋に丁寧に畳まれて置かれていた。なるべく周りを見ないように、震える手で服だけを取り、着替え終わると走って外へ出た。じいさんはまだ便所で気絶していた。死んでいるのか生きているのかどっちでもよかった。玄関のドアを開けると大雨。でも構わず止めてあるバイクへ一直線に走ると、なぜか雨が降っていない。嫌な予感がしたが、バイクにまたがったままそのボロ屋の屋根を見ると、何本ものホースを束ねて持った白い T シャツを肩までまくった漁師風の浅黒い筋肉質の男が玄関に向かって水を噴射していた。そいつは何でもない目で俺を見ていた。目があったのはどれくらいだったかわからないけど、すぐバイクでフルスロットル加速して逃げ出した。それ以来旅はやめた。後にその土地は観光客もほとんどいないので宿もなく、野猿等が出るため野宿もできない。しかし地理的にパッカー等がそこで一旦休まざるを得ないことが多いらしく、ハードなゲイの方々がそこで集団で生活し、パッカーたちを慰み者にしているらしいという噂を聞いた。でも俺が見た光景はそんな生優しいものではなかった。宿なしの貧乏旅行をしていた人ならわかると思うけど、
止めてくれた優しい人がゲイで少しいたずらされたなんてのはパッカーたちの間ではよくある笑い話で片付けられてしまうことが多いので、少しくらいのいたずらなら問題にされないことが多い。止めてもらって飯まで食わしてもらったんだから少しくらいサービスしても罰は当たらない。そういったパッカーたちの心理をホモの方々が狙うようになるっていうのは分からんでもない。風呂を除くくらいなら隠し部屋や雨降らし工作もわざわざいらねえと思う。直感的には監禁はあったと思うな。風呂を覗いたりするくらいで済ましてくれるホモの人たちは基本的にはすごいいい人たちばっかりで、そのじいさんは違う人種なんだと思う。大体は実害がないので、パッカーたちはホモでも止めてくれればいいやっていう先入観がまずあった。それを利用して風呂を覗くくらいじゃ我慢できない人たちが疑わないパッカーたちをおびき寄せて手ひどい暴行をしてたのは間違いないと思う。それとその時代のパッカー仲間の暗黙の了解っていうか、ホモに侵されたくらいでへこたれるのは根性なしっていう空気があった。それに世間的にも宿もなしに旅に出る方が悪いっていう雰囲気だったし、事件的なことがあっても表沙汰にはまずならなかったと思う。あくまで想像だけど、手ひどい暴行を行った場合、加害者は素直に解放してくれるかな。繰り返しやってれば中には告訴する工具士も当然いるだろうしな。俺は殺人までやってそうな気がするけど、相手がパッカーっつうのも都合がいいし。確実に俺以外の誰かが俺の前後に犠牲になってるだろうね。憶測だけどパッカーが旅に出たまま帰ってこなくても、もともと砲塔壁があったしって行方不明扱いになるんじゃないかな。その家で人が死んでるなんて信じたくないけど、俺のことを追おうともしない雨降らしの男は、こいつが逃げようが獲物はいくらでもやってくるって思ってたんじゃないかな。